これは私が中学1年生の時の夏休みの出来事です。いつもは両親と姉と一緒に田舎の親戚宅へ数日泊まっていましたが、その年は姉が交通事故に遭ったため、母が世話のために残り、父と私だけで向かいました。親戚宅に着いた後は、挨拶もそこそこに、反抗期なのもあって、父や他の親戚と一緒にいることがなんとなく嫌で、夕食の時間まで一人で家の近くを散歩していました。小学校の頃から毎年来ているので、だいたい近所のことはわかりますが、田舎へ帰るとなぜか、いつも大人たちから、子供たちはA神社へは絶対行かないように、と言われているのを思い出しました。A神社はとても古くからありますが、私は一度も行ったことがありません。昔、父にどうしてか聞いたときには、大人になるまでは行っちゃいけない場所なんだ、としか言われませんでした。気になったら行きたくてたまらず、でも一人は怖いし、どうしようかと思っていると、B 子に、何してるんと話しかけられました。B 子は親戚宅の近くに住む家の子で、年が近いこともあり、私が親戚宅へ行った際にはいつも遊んでる子でした。B 子に A 神社のことを話すと、じゃあ近所の子も集めて肝試しをしようということになったのです。そしてその日の夜23時、大人たちが酒盛りをしているところをこっそり抜け出して B 子との待ち合わせ場所に向かいました。そこには何度か会ったことのある C オと D オ、D オの妹のいい子がいました。みんなは A 神社には一回行ってみたかったと思っていたようで参加したんだそうです。A 神社へは親戚宅や B 家がある集落から山の方へ歩いて約20分ほどの場所にあるそうです。その場にいるみんながまだ子供だからダメと止められており、正確な場所も教えてもらえていないのですが、おおよその場所ならそこに住んでいれば見当がつきます。大人たちにバレないためにも A 神社をある程度見たらすぐ戻ると決め、闇に紛れつつ向かいました。A 神社へ向かう途中ではワクワクした気持ちと、やっぱり少し怖いという恐怖心がありました。でもこれだけ人がいればお化けも出ないだろう。むしろ大人があんなに A 神社を隠すのは山の中にあるので、子供だけで行くと危ないからそう言ってるんだろうと思っていました。ですが、とうとう A 神社と思われるところに到着して、寂れた雰囲気に薄汚れた鳥居を見たとき、来たことを後悔しました。何かただならぬ雰囲気が漂っていたのです。やっぱり帰ろうかと思いましたが、B 子と C オがどんどん進んでいくので置いていくわけにもいかず、仕方なくついていきました。A 神社はすごく小さく、鳥居をくぐると2メートル先に小さい祠があります。B 子は、あれこれだけと拍子抜けしたような声を上げると、C オが、全然怖くないやんと言い、D オは、もう帰ろう。いい子も、お母さんたちに怒られちゃうよと言いました。私も D オといい子の意見に賛成しようとしたとき、なんと C オが止める間もなく祠の扉を開けてしまったんです。そして中を覗き込んだかと思うと、ギャッと言って口を押さえ、その場に倒れて左右にゴロゴロ転がりました。
何が起きたのか全くわからないまま、シーオはしきりにとうめいていて、両手で喉をガリガリ血が出るまで引っかき始めたんです。異様な光景に残りのものは固まっていましたが、いい子が「おじいちゃん呼んでくる!」と今来た道を駆け出していきました。ディオは危ないから俺も行くよといい子についていったので、私とビーコは残って、シーオがそれ以上喉をかきむしらないよう手で押さえ込みました。シーオは私の2つ年下で体も細いので、女2人でも抑えられると思ったんですが、シーオの力は異常に強く、何度も振り払われました。何十分経ったでしょう。バタバタと数人の足音がして、ディーオといい子とその祖父である F さんが駆けつけてきました。F さんはシーオを一目見るなり、喉神様と叫び、ディオに、お前、村長さんとこ行ってオーバー呼んでこいと指示しました。そして私たちには、いい子もお前も B 子も危ないから家帰れ、おばあがおるから大丈夫やと私たちにそれぞれの家に帰るように言ったんです。仕様が気になりましたが、それ以上この場にいるのが怖かったので、私たちは F さんの言う通りに各自家に帰りました。親戚宅へ着くと、もう話は知れ渡っていて、父にあんだけ言ったらあかん言われてたやろと強く怒られました。私が行きたいと言ったからシオはあんな風になってしまったんだと後悔して泣いていると、親戚が俺らもちゃんと説明してなかったからな。シオはのど神様に噛みつかれたけど、おばあがおるから大丈夫やと慰めてくれました。のど神様は何なのか聞いてみると、どうやら漢字ではのど神様と書くようです。のど神様の発端はずっと昔にこの集落で差別されていた親子がおり、とうとう食べるものもなくなり餓死した出来事があったそうです。その時にその子供があいつらの喉を噛んでやる、何も食べれなくしてやる、同じ苦しみを味わわせてやると言いながら息絶えました。それが呪いの言葉となったのか、集落の子供が次々と自らの喉をかきむしって血を吐き死んでいったのだそうです。それを旅の祈祷師が払い清め、もともとあった永神社の祠へ親子の遺骨を封印したんだそうです。それ以来、子供のうちに永神社へ近づくなかれと噂が立ちましたが、一度仕様のように祠を開けて呪いを解き、喉をひっかいて亡くなる子供がいたようです。大人で開けた人は何人もいるのですが、なぜか皆無事で、子供だからゆえに呪いにかかってしまったのだろうということで、永神社に子供を近づけることはタブーとなりました。そしておばあと呼ばれる方は、のど神様を最初に封印した祈祷師さんの血筋なんだそうで、有事の際には治める役目があるのだそうです。信じられない話ではありますが、実際にあの仕様の様子を見ていると、信じずにはいられませんでした。父や親戚にはおばあが何とかしてくれるからと言われましたが、気になって眠れず、
やがて朝になりました。トントンと玄関を叩く音がするので、もしかして話に聞いたおばあかと思い、玄関扉を開くと、その通りおばあが立っていました。そして、しーよは間に合った。もうあそこあかんで。子供のうちは絶対焼けるなよ。とだけ言って去っていきました。父から母へ連絡が行ったようで、私はその日のうちに帰ることになりました。あの日以来、大人になるまでは用心してか、田舎へ帰ってもいるのは半日だけで、すぐに父か母と共に帰るようになりました。B 子、D 子、E 子は皆勝手に A 神社に行ったことでこっぴどく怒られたそうで、その後は他の子供も A 神社へ近寄らないようにと周囲を大人が見回りするようになりました。しおはしばらく入院していましたが、すっかり元気になって喉に傷一つ残っていないようです。A 神社も祠もまだあの場所にありますが、私はもうあの日以降、大人になってからも一切近寄っていません。夢ではなく、確かに現実に起こったことなんだと、今でも脳裏に焼き付いている出来事です。